はい、今回は電算システム岐阜市に行きます。株主です。岐阜駅に到着しました。ご覧ください。この岐阜駅の立派な建物、どう見ても新幹線の駅にしか見えませんよね。でも実は新幹線はここには止まらないんです。東海道本線で JR 名古屋駅までは快速でたったの20分で着きます。高山本線では特急ひらが名古屋駅を出発して岐阜高山を経由して富山まで走ります。さらに特急しらさぎは名古屋から岐阜米原を経由してそこから北陸本線に入って金沢まで走る特急列車です。北陸と東海を結ぶ大切なアクセスルートとなっております。さらに駅のすぐ横には名鉄岐阜駅も隣接しております。駅の中は飲食街なども充実していて、一風堂があったり居酒屋があったり、成城石井もあり、そしてもちろんスガキ屋もあります。岐阜駅南口を出ますとすぐに右手に交番が見えます。白いのが交番です。その蓮向かいにあるのが地元で長年愛されている老舗のパン屋さんの栄パンです。創業は1947年、昭和22年。戦後のパン卸から始まって70年以上にわたり岐阜市民に愛されてきました。外観が渋いですね。では撮影許可もいただいたので中に入っていきます。棚にはずらりと並んだ惣菜パン、菓子パン、あんパンなどがあります。札にあんパンちゃん、カレーパンくんなどユニークな名前が並んでいます。これには実はルールがあって、菓子パンにはちゃんがついて惣菜パンにはくんがつくようです。岐阜市民なら全員知ってる、もう常識です。その中でも特に大ベストセラーはあんパンちゃんです。なんと平日でも400から500個、週末には700個以上が売れるという売れ筋ナンバーワン商品。ごまがたっぷりで香ばしくて創業当時から続く岐阜を代表するソウルフードです。もっちりソーダクリームちゃんとかどんな味なんでしょうか。ホイップクリーム入りあんパンちゃんもいいですね。こちらのチョリソーくんめちゃめちゃ美味しかったです。他にもサクッと揚げて甘さと香ばしさが癖になる揚げあんパンや、そしてほとんどの人が予約して買う食パンも大人気です。まさに市民に欠かせないパン屋さんといった存在です。今日はこのあんパンちゃんたちをリュックに入れて岐阜城への登山のお供にします。岐阜城までは体力勝負。まずはあんパンちゃんでエネルギーを補給してから出発しようと思います。岐阜駅北口に来ました。岐阜駅北口といえばこの金色に輝く織田信長像です。信長は尾張、現在の名古屋市で生まれました。信長の父織田信秀は尾張の大名で
清洲城や名古屋城を支配し、熱田の港を抑えた経済力のある武将でした。この名古屋城は現在の名古屋城とは別の城で、信長が幼少期を過ごした場所です。そんな父の跡取りとして生まれた信長はまさにエリート御曹司、今で言えば大企業の社長の長男といったところです。ただ若い頃はその自由奔放な振る舞いから大うつけ、バカ殿と呼ばれていました。しかし実際には周囲を油断させるための戦略だったとも言われています。1567年、信長は美濃のマムシこと斎藤道山を破り、その娘濃姫を正室に迎えました。そして手に入れた稲葉山城を岐阜城と改め、城下町の名も岐阜に。この岐阜という名は中国の故事岐山にちなみ、天下統一の拠点の意味を込めたと言われております。ここが撮影ポイントとなっております。親切ですね。はい、次は岐阜市の人気の通り玉宮町を見ていきましょう。駅前すぐの通りなんですが、僕が20数年前に岐阜を訪れた時は繊維問屋街がシャッターを下ろし、人通りもほとんどない、まるで倒産寸前の赤字企業のような状態でした。ところが今では居酒屋はもちろん、焼き鳥屋から韓国料理店まで飲食店がずらりと並ぶ岐阜を代表する夜の繁華街に生まれ変わっています。これはまさに歴代の市長さんや町の人たちが再建に取り組み、見事に復活を果たした株のようなものですね。そしてその根底には、かつて信長が岐阜で始めた楽市楽座の精神があり、規制を外して自由な商いを認める伝統が流れているのかもしれませんね。こちらは玉宮町の中心にある岐阜横丁です。焼き鳥や串カツ、海鮮、中華、鍋料理まで多彩な飲食店が集まっていて、はしご酒を楽しむにはもってこいの場所です。さらに屋上には全天候型のビアガーデンもあって、雨の日でも大丈夫。夜になるとこのビルが光り輝き、若者や地元の人でにぎわいます。そんな中でも特に有名なのが、いつも行列ができる餃子専門店義州さん。看板メニューはもちもちの皮にジューシーなあんが詰まった餃子。地元民にも観光客にも大人気です。続いて柳ヶ瀬商店街。かつては衰退の象徴のように語られてきましたが、実際に歩いてみると、僕が20数年前に訪れた時よりも人もお店も増えていて、むしろ活気を取り戻している印象です。とはいえ2024年には高島屋が閉店して、岐阜はデパートなし県となってしまいました。でもそれをきっかけに市民の皆様が柳ヶ瀬をもう一度盛り上げようと動き出しています。実際通りを歩いていて、その努力や熱気を強く感じます。岐阜市の人口は最盛期の42万人から少しずつ減少していますが、2025年現在でも39万人台を維持しています。
これは他の地方都市と比べれば減少幅は小さいので、この柳瀬再活性にも現実味があると感じました。さらにこの柳瀬には劇場通りと呼ばれる一角があり、かつては9館もの映画館が並んで映画の街として栄えていました。今もロイヤル劇場が営業を続けていて、昭和の映画文化の面影をしっかり残しています。で、信号の向かい側はかつて西柳瀬と呼ばれていた夜の歓楽街です。今はスタープレイス柳瀬商店街という名で残っていますが、お店はだいぶ減っています。柳瀬から歩いてすぐの場所にあるのが樫森神社と御園のえのき。織田信長が楽市楽座を始めたとされる場所です。当時の商売は座と呼ばれる商人や職人の組合、ギルドが独占していました。許可を得なければ勝手に商売はできませんでした。信長はその既得権益を廃止して誰でも市場で自由に商売できるようにしたんです。信長は戦の天才というだけじゃなく経済政策も抜群でした。楽市楽座で商人の営業を自由化して関所の通行税をも減らし、市場の使用料まで免除するという大減税を打ち出したんです。まさに戦国のアベノミクス。実際のアベノミクスでは消費増税もありましたけど、あれは民主党政権時代に決まっていたことをやっただけなので。そして鳥居をくぐってすぐにあるのが信長神社です。ちなみに信長神社の手水にはちょっと珍しいカエルがいます。これは無事帰る、福帰るといった縁起を担ぐもので、参拝者が無事に帰れるように、そして福が舞い戻るようにと、そんな願いが込められています。ここには信長公が祀られています。戦だけじゃなく経済のルールまでガラッと変えてしまったんです。いわば戦国時代のアベノミクス、いやそれ以上だったかもしれません。これが信長神社です。で、次は足森神社の境内に入ってお参りをしてきました。境内には縁起物の打ち出の小槌も置かれていて、商売繁盛や金運アップを願う参拝者に人気です。願い事を唱えて3回撫でるといいことが起きるそうです。なので一応3回撫でておきました。ここも信長の経済の神様としての一面にぴったりのご利益スポットですね。では歩いて岐阜公園を目指します。岐阜城がちっちゃく見えます。岐阜公園に到着しました。歩いて40分くらいですかね。岐阜公園に入ってすぐに岐阜市歴史博物館がありますが、
時間的にちょっと今回はスルーで。金華山の登山ルートはたくさんあるんですけど、今回僕が選んだのは瞑想の小道です。まずはその瞑想の小道の入り口を探します。気持ちのいい道を歩いていると突然前が開けてすごいにぎわいになっております。とりあえず瞑想の小道の入り口を僕は探しております。いや、岐阜公園がこんなに賑わってるとは知りませんでした。はい、自販機で何か買うか迷いましたがスルーして瞑想の小道の入り口です。城へ約50分って書いてありますが、まあ余裕でしょう。緩やかな階段で油断していたらすぐにこんな道に、これも今だけでしょうってこの時は思っておりました。城まで2100メートル。もう戻ろっかなーって悩んでおりますが、あと2キロやんと進むことにしました。いや、イノシシに注意って出会ったことないから出たらどうすればいいん。城まで1300メートル。危険。あと1100メートル。楽勝です。まだ中間点なのか。で、こんな道がずっと続きます。いや、ここは平坦な方ですね。景色を楽しみながらいや、こんな道マジで危ないって。聞いてないっすわ、こんな危ないなんて。走って登ってる人とかもいましたけどね。これ帰りは絶対ロープウェイで帰りますって言ってます。城まで500メートルで、どこに道が。
で、突然のそれでも地球は動いているガリレオ。いくら瞑想の小道といっても今はそんなこと考える余裕はありません。そしてついに城まで100メートル、狭い道。そしてようやく頂上に到着です。瞑想というより苦行の小道でした。で、ここからは徒歩1分で岐阜城が見えてきます。なんか書いていますが、機械時計はフランシスコ・ザビエルが山口県当時の周防に献上したのが最初だって。で、こちらが岐阜城です。なんだか新品です。城内の撮影は OK ですが、 SNS に上げる場合は岐阜市の許可が必要です。でも入場料は200円。お財布には優しい価格です。天守からの眺望はまさに絶景。眼下には濃尾平野が広がり、遠くには名古屋駅の高層ビル群まで見渡せます。これだけでも入場料200円以上の価値は間違いありませんね。いや、500円くらいでもいいんじゃないのと思えるほどです。ではロープウェイ乗り場に行ってロープウェイで一気に下山します。途中で飛騨牛を使った料理などの眺望レストランがありました。が満席でした。はい、ロープウェイ乗って下山しております。約5分で到着です。はい、岐阜公園に戻ってきました。ここでいただくのは岐阜ならではの濃姫ソフトクリーム。その名の由来は織田信長の正室濃姫、美濃の戦国大名斎藤道山の娘で、信長とは政略結婚でした。敵対していた両家が和睦するための結びつきだったんですね。そして味は名前の通り濃厚、まさに美濃の濃厚ソフトクリームでした。ではまた40分ぐらい歩いて岐阜駅の方へ戻ります。多分今日は3キロぐらい痩せると思います。で、途中にあるのはみんな大好き米田コーヒー。ただ正直ここは景観的にちょっとって感じなので、せめておかげ庵にするとか、もうちょっと城下町らしい雰囲気にしてほしかったですね。こんな感じの。それでは、電産システム本社へ向かいます。ちょっと車じゃないといけない場所にありますので、車で向かっております。電産システムですが、2025年9月26日現在
株価は3605円、PR が 15.2 倍、PBR1.68 倍、配当利回りは 2.22% となっております。権利月は12月で100株以上で3000円相当のカタログギフトが優待でもらえます。直近ではステーブルコイン銘柄として一旦5000円超えがあったのですが急落していますので、この辺りはチャンスかなと僕は思って少し拾っております。右側に見えてきた建物が電産システムの本社になります。思っていたよりも大きなビルですね。正面からはこんな感じです。今回の旅の総括ですが、岐阜市は人口減少という全国的な流れの中にありながらも、他の地方都市と比べると減少幅は比較的穏やかです。市や町、そして市民の努力で再活性化が進んで、コンパクトシティとしての魅力が少しずつ形になってきていると思いました。町の中心部には玉宮町のように夜のにぎわいを取り戻したエリアや、柳瀬商店街のように下げ止まって反発中の動きを見せる商店街もあります。一方で昭和の名残を大切にしながら変貌していこうという空気もあり、ただ新しいビルに建て替えるだけではない街の味わいを感じました。自然環境も魅力的です。金華山や長良川に囲まれて、少し足を伸ばせばゴルフ場もたくさんあります。そして交通アクセスも良好で、名古屋までは快速や特急で20分程度。都会の便利さと自然の豊かさを両立したバランスの良い街だと感じました。また岐阜市は芸能人や著名人も多く輩出しております。俳優の、伊藤英明さん、綾野剛さんやタレントの熊田曜子さんなど多彩な顔ぶれです。さらに記憶に新しいのは2022年の岐阜の信長まつりでは、木村拓哉さんが信長役でパレードを行ったりしました。歴史と文化、自然と都市機能、そして未来への可能性を兼ね備えた街、それが今回歩いて感じた岐阜市の魅力です。最後に投資はもちろん自己責任でお願いします。次回の株旅もお楽しみに。では最後に僕が実際に、電産システムの株を買った、スクショを見ていただきます。はい、本日2025年9月19日金曜日、4072電産システムホールディングスの株をすでに買っております。ちょっと売れそうなんですけど、こちらの株は、ステーブルコイン関連ですね。あと、12月に100株以上で、カタログから選べる株主優待があります。じゃあ岐阜市に行ってみようと思います。ちょっと今100株ほど売れてしまいましたが、まだ持ってますので行ってきます。